さあ、やってきました。ここは佐渡村商店です。ここの佐渡村衣装店では主に石見神楽の衣装を作っています。石見神楽の衣装の中にはさまざまな金駒刺繍や立体刺繍を使って模様や生き物を作っています。今日は、その刺繍やその工程などを、中に入って見学していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。じゃあいくつか質問させていただくんですけど、まず、なぜこの仕事を始めようと思ったんですか？この神楽のこの衣装の仕事っていうのは、僕が神楽を、なんていうかな、演じる方の側だったんですね、車中の人間で。そこで自分の車中の、衣装を自分で趣味でサラリーマンで作ってずっとおったんだけど、だけどそうしたらやっぱりよそからそれを見て作ってっていうのを聞いて、でやっぱそれただ趣味じゃないから、やっぱちょっとちゃんとしなきゃいけないので、いろいろな人から助言もらって、仕事にしたって感じです。ああ、なるほど、そうです。いろんな人から言われてやったって言うんですけど、今この佐野村さんは今どこら辺に向けて販売してるんですかね？もう全国に向けてですか？いや、全国じゃないですよ。主はもう本当この石見神楽と、あと広島の神楽、あとはどうやって言ったらいいんかな、お祭りである祇園、京都の祇園の出汁がこう行く時にこう幕がかかっとったりとか、大宮にこう幕があって、そういうお祭り関係のお仕事とか、あとは舞台衣装っていうかなんていうんだろう、大衆演劇みたいな、男が女の化粧して、わかる？ああいう方の衣装をやってます。なるほどです。ありがとうございます。今はその衣装と、あとはその額縁みたいなを作ってると思うんですけど、また新たに作りたいものとかってあるんですかね？いや、今は新たにっていうのはあんまり思ってないけど、そのなんだろう、石見神楽とか神楽の衣装がうちはもうずっとメインだったから、今そのお祭りの仕事とか、それから舞台衣装の仕事っていうのはもう近年なんですよ。
だけどそれの方をちょっと伸ばしたいのと、あとはなんだろう、家に飾る、まあ額もそうだけどちょっと家にこう飾るようなものができたらいいなとは思うけど、それはまだちょっと現実的じゃないから、はい、家に飾るものっていうのはこう額縁みたいな、そう、まあ、例えばこういうもんでこう立体のものがこうあるような感じのものができたら行った方面にちょっと専念できるんかなとは思うけど、なるほどですね、まだそこまでは行ってない、なかなか暇もないし手も出せないしみたいな。なるほどですね、じゃあその一番ピークの時期というか忙しい時期っていうのは大体どれぐらいの時期なんですか？いや昔はそれこそ、なんだろう、夏祭りと大体神楽って夏祭りと秋祭りっていうのがあって、その前までに衣装間に合わせてっていうのがもうすごく多かったんですよ、だから7月までとか10月までっていうのが多かったけど、今はもうなんだろう、まあ社中さんがこう石見神楽と広島の神楽ってものすごく数あるけど、衣装屋さんって言ったらそんなないんですよ、もうほんと4つ5つしかないから、やっぱそこに集中してしまうとやっぱこうさばけん、もう年がら年中忙しい感じ。だからうちらでももう年から年中でどっちかって言ったら、もう今待ってもらう感じ。待ちにはある状態です。じゃあもうなんかピンポイントで忙しいっていう7月とかじゃなくて、もうずーっと忙しい。大体ずっと追いかけてる感じです。大体一つの衣装を作るのにどれぐらいの時間がかかるんですかね？なんだろう、衣装のその豪華さにもよるけど、すごく豪華な分だったら最初の図案から考えたらもう半年近くなるかも。だけど早い、それこそなんだろう、このあんまりキラキラしてないやつだったらそれこそもう2週間ぐらいでできるものもあるし、だけどものによっていろいろです。なるほどですね。それは大体何人ぐらいで衣装を作るんですか？今うちが僕も入れて6人で下やってて、その他に外で、まあ、外注さんっていうんですかね、の方が何人かおられて、みんなで力を合わせて1枚作り上げるって感じです。なるほどですね、ありがとうございます。今この県内にこういう衣装を作るところは何個ぐらいあるんですか？何個ありますかね。5社ぐらいかな。だからやっぱ集中するってことですね。多分ね。なるほどです。ありがとうございます。とりあえず僕たちが用意した質問はこれで以上です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫？いや、もう一個ありました。もう一個はい。その神楽の衣装作りにおいて、まあ他に負けたくないところとかこだわってるところってありますかね？他に負けないのは他の同業者？まあ同業者も含め、まあその、まあ、他にはないこだわりというか。石見神楽の？はい。そうよね。まあどうだろう。まあ石見神楽が、まあ、僕らがやっとるって、でまあ他の分野のその演劇とか、まあ他のところがありますね、そこから見た時にそのなんていうんだろう、その着れて豪華さっていうのはなかなか全国的に見ても少ないんよ。こんな豪華なのを着てお祭りするのってね、だけそこはこの豪華なのがずっと着れていけるっていうのは残したいっていうか、その素材的になくなったものもあるけど結構重たくなるんだよね、重量がね、だけどそれにならないようにしていきたいっていうのがあるね、よその分野から見た時にね。でやっぱこういう産業ってなかなかこうなんていうんだろう、こう引き継いでいくのが難しい地味な産業だけどね、だけどそういうなんだけど、やっぱこういう地域で、まあ面もそうだし衣装もそうだし、だけどこういう
こういう地域にしかない産業っていうのがこうなんだろう魅力になるようなそのものを作っていければいい。石見なんでまあ全国的にまあうちも納めとるけ、はい、いろんな県外にも納めとるけどやっぱここに来んとこれがないねっていうのが一番の魅力じゃないけど魅力になるんかもしらんね。足を運んでいただそうここに来んとこの衣装もないしお面もないしまあ神楽もないんだけどだけどまあよそと比べてどうかっていうよりまあそうして残ってったらまあずっと残るかなと。大体この衣装は重さとか耐久性というのはどれぐらい持つんですか？耐久性はねそのまあそれこそみんなが着てる服と一緒で、はい、管理をちゃんとすればいつまでも着れる、はい、だけどバーってやっちゃったらすぐダメになるのと一緒で、はい、やっぱりこうみんな管理してやればそれこそもう40年50年持たすとこもあります。結構持つんですね。持ちます。で40年経った衣装をまた持ってきてうちでちょっとお直ししてまた使われるっていう団体もあります。でも何年も使い続ける。だから大事にされればされるほど多分持つと思いますね。重さっていうのは大体どれぐらいですか？重さまあ衣装によりますかね。衣装によるけど重たいんだったらどうだろう20キロか25キロぐらいあるんかな。それを踊ってるって感じすごいですね。あっちに行った時にそれがあるけ全然羽織って見られて。本当ですか？ありがとうございます。全然羽織ってまあ実際に多分着たら分かるわ重たいかがね。うわすごっ。それを待って踊ってるってことは相当体力あるってことですか？そうよね。まあその神楽もなんだろういっぱい演目があるけど、はい、やっぱりこう神楽の花形でその車中で言うたら正気がいい一番よくて人参とか天神とかってあるんだけどやっぱいい舞になれ役舞でいい舞になれなるほどやっぱり衣装も豪華。そしてやっぱそれの豪華な衣装を着て回れる方はやっぱその車中のやっぱ上の方が回れるからやっぱまあ重たくても意地もあるろうしそれで確かにそうです、これで舞うの？めっちゃ回転する。後ろとかちょっと向こう向いてうわすごい綺麗。おにぎりだけじゃないからめちゃめちゃ大きい。いいよいいよいいよ。ボンも履いて。いいじゃん。下も着て。頭も着て。お似合いだわ。さあ皆さんどうでしたか？僕は実際に衣装を着てみたんですけど重さで待っている演者さんは本当にすごいなと尊敬できる部分がありました。最後に里村さん一言お願いします。今日、うちは石見神楽の衣装を作ってるところを今日見てもらったんですけどそういう神楽の衣装を見てまた石見神楽にも興味が持ってもらって島根県とかこの浜田市に来てもらうのが増えたらいいなと思います。それではこの動画いいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではさようなら。バイビー。バイビー。